どうもこんにちは、川口の健です。今日は長野県伊那市で靴磨き屋さんされている山岸健二さんのお店に、やってきました。今日はよろしくお願いします。お願いします。山岸です。ここ長野県伊那市はですね、僕が、工房を構えているのが山梨県北杜市で長野との県境なんですが、そこから、比較的近くてですね、今日車で1時間ちょっとで来れました。こんなところに靴磨き屋さんがあるっていうのは割と僕最近知ったんですけど、すみません最近知ったんですけど、それはぜひ行ってみたいということで今日ちょっと初めてお会いして、で靴を磨いていただこうかなと思ってねおりますので、どうぞよろしくお願いします。お願いします。いろいろと山岸さんに聞きたい話もあるんですが、まずちょっと靴をお願いして磨いてもらいながら話していきたいと思います。今日お願いするのは、この川口の健のチャンネルではずっと制作動画を出していましたが、オリーブ色のフルブローグ完成しましたので、ちょっとこの機会に山岸さんにぜひお願いしたいなと。ありがとうございます。お願いします。うわー、見ました YouTube。ありがとうございます。見てました、この靴が出来上がるところを。これは僕の足に作った、自分用のビスポークで、もう完成したばかり、まだ一度も履いてないところなので、これ、プレメンテ含めてピカピカにお願いしたいなと思っております。うわー、かっこいいですね。でもあれですよね、キッシュザワークの靴を磨いていただくのは初めてではないんですよね。そうですね、お客様の靴で何度か磨かせていただきました。これはカーキ色の、これ革はデュプイのボックスカーフなんですけど、カーキ色ということで僕ちょっと一応軽く最初磨いたんですよ。木型を抜いた時に軽く仕上げの磨きをやったんですけど、カーキ色のクリームがなくて、ちょっとグレーみたいなのを磨いたら、なるほど、ちょっとあんまり微妙だったんで、グレーはなんかサフィールかな。サフィールのグレーですね。ちょっと色がグレーだと白すぎちゃって。そうですね、確かにカーキですけど結構落ち着いた色味ですね。なんか動画で見た感じより思ってたよりは、そうですね、より落ち着いてたんで、なかなかこの色味のクリーム市販だとあんまりないかもしれないですね。色味でいうとウエストンのハンターグリーンとかってこんな感じですか？グレーのクリームが一層薄く乗ってるせいもあるかもしれないですけど、ハンターグリーンとかの方がよりなんか鮮やかというか、緑のそうですね、彩度が高い感じっていう気はしますね。こっちの方がちょっとこうどっしり落ち着いたカーキというかっていうような気がしますね。靴のその制作の過程もYouTube で見てたので、なかなか逆にそう過程を見て磨く靴ってないので、そうですね、確かに初めましてですけど初めましてじゃない感じというかここはこだわって作ってるんだよなっていうのが分かりながら見るとまた違いますね。じゃあ磨かせていただきます。お願いします。はい、じゃあ早速磨かせていただきます。お願いします。このお店の名前はサンですか？そうです、サンっていう、山水に山って書いてサンって読むんですけど、隣で古着屋さんがやられてるんですよね。そうですね、古着屋と2人で共同で運営してるお店の名前がサンっていう感じになります、ね。どういった経緯で始められたんですか？もともと古着屋の彼とは高校の同級生で、なので高校の時から付き合いがあって知っていて、で僕が地元に戻って靴磨き屋をやる中で、ここのテナントのオーナーさんと知り合いまして、もともとカフェだったお店なんですけど、ちょっとこう別の事業を始める中でここを使ってくれる人を探しているんだよねっていう話から使わせていただく流れになって、僕一人靴磨き屋だけでこの広い店舗をさすがに使い切れないなと思ったんで、なのでちょっと一緒にやる形でもいいですかっていうので、声もかけてやりたいっていう話になったんで、それで一緒に始めたっていう流れですね。最初このお店、今日初めて来ましたけど、入ってびっくりしましたね。そうですよね。広さとおしゃれさに。いや、ありがとうございます。こんなお店が伊那にあったのかそう、本当に他何もないようなね通りで、なかなか外から見てこう中の広さも想像つきにくい外観なんですけど、意外と奥も広くて。山岸さんは伊那が地元ですか？
そうです。伊那出身ですね。で、東京のブリフトアッシュ青山に勤めてらっしゃった、そうですね。靴磨きをやりたいと思ってブリフトアッシュの方でいろいろと勉強させていただきまして、それからまた地元に戻ってきたっていう経緯ですね。靴磨きの前は何やられてたんですか？靴磨きの前は僕は地元の高校出た後は一回普通に製造業を就職して、でただその頃バンドもやってたんで、でバンドが楽しかったというか、そっちをやりたくてたのと、仕事がなかなかこう熱中できなかったんで、1年ぐらいで辞めちゃったんですよ、そっちを。でその後フリーターしながらバンドをやりながらみたいな期間が2年間ぐらいあって、最終的にバンドも解散しちゃったんで、その後どうしようかなっていう中でちょっとこう外の世界を知りたかったんで、留学イギリスに1年ぐらい語学留学ですねをして、でそこから戻ってきてすぐブリフトアッシュっていう感じですね。靴が好きになるきっかけは？靴は自分の成人式で革靴履いたんですけど、その時に買った靴が一番最初にこう自分で買った初めての靴だったんですけど、それをじゃあしっかり磨いて履こうっていう中でどんどんこう靴とか靴磨きにはまっていったっていう感じですね。じゃあだいぶバンドをやられてた頃、製造業をやられてた頃から靴は好きで？そうですね、バンドをやってる時から靴は好きでしたね。ただ自分でこう仕事にするとまでは全然思ってなかったんで、本当に趣味で好きで磨いて、で友達の靴借りて磨いてとか親の靴磨いてとかっていうことをしてるうちに気づいたらなんかこれが仕事になったらいいなと思っていたみたいな、そういう感じですね。ブリフトアッシュではどれぐらいやられてたんですか？ブリフトアッシュは、3年弱ぐらいですかね。でこちらに戻られて今どれくらいですか？戻ってからも、3年ちょっと経ったんですかねっていう感じです。このお店2027年までって見たんですけど、そうなんです。これなんか珍しいなと思って。珍しいですよね。ちょっとなんか終わりが決まってるってどういうことなんですか？まあ今僕らその古着屋と2人でお店やってて、まあ、そもそもで言うと3人で始めたお店なんですけど、それぞれが個人事業主で、まあ、別業態なので、こう今後やっていく中で多分それぞれ一番やりたい形というか表現したいものが見えてくるだろうなっていう中で、いつまでもここが産があるからそれができないみたいな状態にはしたくなかったので、まあ、一緒にやるっていうことを決めたタイミングであれば終わりは決めて、まあ、その先別に仕事をそれぞれ辞めるっていうわけではないので、それぞれの一番こうベストと思う方法をこの3年間で見つけながら次に進んでいこうっていう、そういうのも込めて。いやかっこいいですね、それ。ましたね。終わりが決まっている中でどうやっていくかっていう。そうですね。なんかこう終わりってどんな形になるか分かんないですし、切ってほしくないと思ってても来ちゃったりすることあるじゃないですか、まあ、いろんな理由で。っていう中でなんか最初から終わりを決めることで最後までなんか最初から最後まで全部しっかり愛せるんじゃないかなみたいな、そういう取り組みというか、そういうところもありますね。じゃあこの3は、もう完全にやめないかもしれないってことですか？ただまあそうですね、本当にどういうふうになっていくか分かんないんで、ただまあ3というお店枠組みは2027年の年末をもって一旦解散するかなっていう感じ、その後はやっぱり2人でやってた方がお互いにとっていいよねってなれば2人でやっていく形もあるかもしれないですし、本当はもっとこういうやり方の方がいいかもしれないと思えばそれぞれの道に進むこともあるでしょうしっていう感じですね。なんかあれですね、怖いようで楽しみなような感じですね。まあそうですね。なんかこう惰性にはしたくないなと思ったんで、そこはある意味常に緊張感を持ちつつというか、そういう感じですね。これがカーキのクリームですか？カーキのクリームですね。カーキはやっぱあんまりさっきおっしゃってましたけど、そんなにドンピシャの色ってないんで、
なるべく近いものを使いながらちょっと混ぜたりしながら近づけていくのが、一番現実的かなって思いますね。これだと多分ちょっと緑みが強い、明るいので。これはどこのクリームですか？これはビオラ。ビオラ、あんまり見ないですね。あんまり見ないですよね。ただ多分これはどこで買ったかな、多分ハンズさんとかそういうところのケアコーナーだと思いますけど、国内で全然取り扱ってるものですね。でこれも乳化製なので、グリフトアッシュのこの辺ザクリームとかと混ぜていけそうだなっていう感じ。ネイビーですか？そうですね。ネイビーちょっともうちょっと濃く暗くしたいなっていう感じです。結構いい色ができましたね。そうですね。この時って皮より濃くするんですか？薄くする？ドンピシャでいくんですか？ドンピシャが一番狙うとこかなっていう気はしますね。皮によっても多少やっぱそのクリームの入り方とかも違うので変わりますけど、あんまり明るすぎたりすると最終的に仕上がった時に毛穴感というか、そこに明るいクリームとかローブンが溜まったりしちゃうとちょっとこう目立ったりするので、そういう意味でドンピシャを狙いたいですね。今は革靴履いてる人はいますか？多くはないですけどね。でもそれでも革靴こうやって僕が磨けますよっていう風にやっていることで楽しんで履いてくれる方は徐々に増えてきたのかなっていう印象はありますね。田舎なんで絶対的な人口が少ないというのはあるので、都会とは全然違いますけどね。行きつけみたいな感じでより親密にお客さんとそれはあるかもしれないですね。なかなかやっぱこういうお店に触れる機会もないので、お客さんも。靴修理もやられてますか？修理はそうですね。ご依頼を受けて外注をしながらやってる感じですね。やっぱYouTube 制作動画見てる分本当に愛着がすでにありますね。この靴に。山岸さん側に愛着が。そうです。こう触りながらやっぱこうラストの感じとかも、指で感じたりしますけど、ここのトゥーの丸みを、これはちょっと出したんだなとかすごいよく見てくれてましたよ。でも他で何足か磨かせていただいた岸沢区さんの靴とかを見ますけど、本当にバランスがすごく綺麗だなというかね、こんな僕が言うとあれですけど、すごく綺麗に形を作られているのが印象的で、磨いててもすごく楽しいですし、やっぱ最終的なこう仕上がりがすごくこう映えるというか、のでそこに向けて磨いていくのはすごい楽しいなと思いながら磨かしてもらってますね。結構この靴作りでいろいろ靴作りって何百っていう工程がある中で、やっぱり一番大事にしてるのは木型とデザインなので、そこがこの靴を作ってない方にも伝わるっていうのは嬉しいですよね。そうですね、すごく感じますね。磨き手として履くものだから、そこのなんていうんですかね、実用的な美しさみたいな、機能美的なところもなきゃいけないというか、そうですね、形だけ美しければいいってものでもないみたいな、そこの靴の捉え方とかはすごい素敵だなって、思いましたね。履き心地とデザインのバランスをどっちをどれぐらい比重を持たせるかって人にもよりますけど、そもそも履き心地がゼロだったら履けない、そうですよね。かっこ悪すぎたら、履く意味がないそうですね、確かに。どっちも両立して、それを割合を
じゃあ5分5分じゃなくてそれを66にして10超えるぐらいおな、そういうのがなるほど理想的ですよね。そういうのをじゃあ考えながらお客様の靴とかだとそうですね。狙ってやっていくんですね。靴作りする前はもうはい普通に靴好きで靴集めてはいで磨くの自分で好きでやってた、はいただの靴好きなんですけど、はいその時はすごい靴好きの人あるあると思うんですけど、はい磨くために磨くみたいなのあはいはいはいるじゃないですか。ありますね。僕映画見るのも好きで、なんか映画見ながらはい靴を持ってる靴をひたすら磨くっていうのをやってて、はいそしたら磨く靴なくなっちゃってはいってやってたんですけど、はいそういった磨きをして自分で履いてピカピカの靴を眺めて楽しんでみたいなのうん良かったんですけど、靴作り始めて結構磨きのパワーをより感じるようになりましたね。おおというのは仕上がって、はいその磨いた時のはいやっぱり生え方が全然違う。まあそうですね。見え方がそのデザインっていうかラストの形までちょっと変わって見えるような、あその確かにでも光具合によって抑揚がつくというかそう見え方やっぱ変わりますよね。はいそれがやっぱ磨き方次第で変化したりとかするのも、まあ、靴磨きだったり革靴の魅力だなって思いますね。で今乳化成クリームを入れ終わってはいブラッシングした状態ですね。いい色ですね本当に。僕は本当緑が結構好きなんで。あ、そうなんですか。はい。こういう色味の靴欲しいなと思います。いいですね。緑ってなんかこうなんか好きな人は好きというか、はい独特だからこそなんか惹かれるものがそうですあるんですかね。ね。これワックスは黒ですか。ダークグリーンですね。そんなのがあるんですか。ダークグリーンあるんですよ。多分この100ミリのサイズでしか売ってないんですけど。本当だ、缶がグリーンですね。そうなんです。とグレーですね。とグレー。はい。まあ少しこれだとやっぱ濃いんで、グレー使いながら磨いていく感じですね。すごい今画面上にグリーンがいっぱいありますね。緑が好きだと集まっちゃいますね。この花ははい。そう僕お花生け花習ってて、お花生け花習ってらっしゃる。そうなんです。月に1回レッスンがあるんですけど、教室があって、そこに行って先生に見てもらうんですけど、お花をお店に置けたらいいなと思って、こうやって壁掛けの花器を用意して生けれるようにしてまして、なかなか普段から生けれたらいいんですけどないことも結構あるんですね。はい。今日はちょっとせっかくなので、ありがとうございます。しっかりお会いするの初めてなんで、どんな方かなってちょっと想像しながらでしたけど、なんかちょっとこう雰囲気を生けながらこんな雰囲気かなって僕なりに感じた感じでなるほどで生けさせてもらって、アジサイなんでちょっと時期的には遅いかなと思いますけど、爽やかな感じがいいかなと思いまして。この実がついてるのはこれ野バラですね。野バラ。はい。これはその辺で摘む。これはお花屋さんですね。に行って買ってきてますね。その辺で摘むこともありますし、家の庭に咲いてるものでっていうこともありますけど、でも健さんも森の中で常に緑に囲まれてそうですね。制作されてますもんね。はい。なんかそういうこう自然の空気をまとってるというかいう感じがすごくするので、本当ですか。はい、このお花とかもそれっぽくやってみました。ありがとうございます。このお店ライティングがなんかすごいいいですね。本当ですか。ありがとうございます。で今ずっと画面見ながらはい。撮ってますけど、はいなんかどの角度でどう撮っても絵力があります。よかった。見栄えしてくれたら何よりです。すごいかっこいいですね。嬉しい。でもともと僕らがここ使わせてもらう前もすごいおしゃれなカフェとして、営業してた店舗なので、もともとやっぱ建物がすごく雰囲気があっていいなと思っているので、まあ僕らはあんまり何も手を加えてないというか。ああ、そうなんですね。そうです。内装は割とそのまま。そうですそうです。本当に自分たちの必要な重機とかを持ってきたぐらいで、あとカウンター周りとか少し必要なところは手直しして
やりましたけど、その程度ですかね。永西さんってこの靴磨きの工程で何が一番好きですか？一番好き、クリーム塗った後に豚毛のブラシをかけるところとかですかね。それはなんでですか？なんかこう一旦そのケアの部分が終了するというか、はい、クリームを入れて皮のこう地艶というかがふわっと出てくるブラッシングで、そこからまあ必要であればこういうふうにワックスを塗ってっていう工程に入ってくるんですけど、その一旦靴の持ってる表情、素の表情というか、がこう引き出されてぐわっと出てくる瞬間な気がするんで、なんかそこは結構好きですね。でさらにそこからじゃあ光らせる場合はどうしてやろうかって考えつつ、なるほどみたいな、そういう工程なんで。この質問は他の磨き屋さんにもしてるんですか？いや初めてしました。そうか、みんなどうなんだろうって思いましたけど。僕自身が結構聞かれるんで、靴作りで何のこと好きですかって聞かれること多いんで、はい、それ聞いてみました。なるほど。まあ、靴作りはね、もっとずっと工程が複雑で多いんで、余計に難しそうですね。そうですね。一番好きっていう。まあ時によっても変わりますし。まあ靴によっても確かに変わりそうですね。いや僕の想像ではやっぱり輝き出す瞬間だとネル生地に持ち帰って水でいくとこかなとか思ったら、ちょっと豚毛だったんでちょっと意外でした、ね。もちろんそこの瞬間もいいんですけどね。豚毛はなんかよりこう、あとブラッシングっていうなんか動作も好きですね。こうなんか迫力があるというか、みたいな、そういうこう感じもありですね。ブラッシングってこの結構手触りというか、この毛触りというか、伝わってくるじゃないですか。そうですね。なんかこのゴシゴシこすってる感っていいですよね。気持ちいいですよね。なんかこう歯ブラシとは違いますけど、そうでもそんなイメージですよね。わかります。今回みたいな新品の靴の場合はそうでもないですけど、結構履き込まれた乾燥したような靴とかってクリーム入れるとガンガン吸うじゃないですか。そうですね。あの感じも結構わかります。なんかそれでこうまた生き返ってくるというか、こう水を与えてるというか、そうですね、元気になったなっていう感じはいいですよね。ケンさんは既製靴買ってた頃はどこのブランドとかどこの国とか、なんかどういうのが好きだったんですか？ロブパリとか、フラテッリ・ジャコメッティとか好きでしたね。なるほど。あとサンクリスピンとかボノーラーも好きでしたね。へえ。その辺はやっぱ今の制作にも反映されてるんですかね？そうですね、反映してますね。無意識的にこう出てくるところもありますし、ちょっとそういうの雰囲気をこう一すくいして作ろうかなみたいな、そういうのもありますね。なんか自分で生み出せるっていうと、またそれはそれで今までこう見てきたり買ってこう触れてきたものの結晶というかね、そこに自分の何かこうエッセンスが入って生み出されていくのも面白いですよね。なんか自分で作ってるものですけど、生み出された結果を見てまたなんかそれはありますね。ありますね。面白そう。結構多くやるんですよ。この人の作ってる靴とかこのメーカーの作ってる靴にちょっと今回はそういう雰囲気でやろうかなみたいな。パックルはじゃないんですけど、なんかエッセンスというか、を取り入れてやってみて、こういう風になるんだみたいなのは結構楽しいところで、それ昔の練習してる時もやってましたし、最近でもお客さんの靴とかでもちょっとこういう雰囲気で取り入れてみようかなみたいなことやるんで、だから完全になんていうかな、自分から生み出されるものだけで終わるってことはあんまりなくて、今までこう蓄えた知識とか、その知ってる靴とか見たことある靴から引用とかオマージュとか結構やるの楽しいし好きですね。靴以外のものからインプットを得たりすることもあるんですか？そうですね、それもありますね。よく似てるなっていつも思うのはやっぱ車とか、僕車が好きなので。車もそうですよね。車のそういうデザインとかっていうのはかなり似てる部分あるかなとかって思うし、あとは
まあ、絵とか見てても、はいまあ、直接じゃないですけどこのなんか質感面白いなみたいなあこれ靴でやるとしたらどうかなみたいなふうに思ったりとかもありますね。面白い。そういうのがやっぱりいろいろその出力の方法として靴にこそうですね。う出てくるっていうのは面白いですよね。それでいうとこの靴はなんかどういうエッセンスが入り込んでるんですか？そうですね、まあ、結構がっつりイギリスの、うんまあ、クラシックな感じなんで、はいまあ、でも色が、ね、ハンターグリーン的な感じなんで、はいはいちょっとそのウエストンは、まあ、ウエストンフランスですけど、はいウエストンのちょっとトーンのククラシックラインの丸み感とか、はいあとは、まあ、フルブログでイギリスといえばチャーチルはいが有名ですけど、まあ、その辺とかなんかこうどこがどうっていうわけじゃないんですけどなんとなく頭になんか思い描きながらやってるぐらいな感じなんですけど、へー本当に昔からあるデザインというかそういうものだからこそ本当に伝統的なところから着想を得てというか、引っ張ってくるんでしょうね。山西さんの好きなブランドはありますか？僕も結構イギリス系が好きなのでイギリス靴が多いかなっていう感じはしますね。もので言うと多分クロケットとか、ジョージ・クレバリーとかの靴とかもなんかクロケット製のものを買ってたりとかが結構多いようなイメージですかね。そのグレーとグリーンでよくこの乾きの色ぴったりで膜を作れますね。そうですねクリームがでもかなりドンピシャの色になったんで、ワックスはそこまでなんかこう意識せずにちょうどよく混ぜてあげてる感じの半々ぐらいですかね今。だいたいいつもお客さんの靴磨いてる時も、このぐらいの段階で一回ちょっとなんかこう見入っちゃうというかなんかよりこうさっきも言ってましたけど磨きで見え方が変わってくるフェーズというかなのでいいなとかなんかつぶやきながらやっちゃいますねこのピカピカの膜の上にまだピカピカになりきってないこのワックスが塗り跡が残ってる状態あるじゃないですか、なんかすごい好きなんですよね。ああでもいいですよね。その状態なんかこうなんか一枚殻をかぶった状態みたいな。それでなんかよりこうみずみずしくもありいいですよね。山口さん小さい頃は結構この伊那の自然で遊んでたんですか？そうですね。僕が通ってた小学校は全校生徒70人ぐらいしかいなくて、で学校の横に林間林があるんですけど、林間マラソンって言って毎朝登校したら15分ぐらいだったかな。毎朝ですか？走るんですよでそもそも小学校までに似たような山道を1時間ぐらいかけて歩いていくんですよ、しんどいですねそれはなのでだいぶそれでなんか基礎体力がついたというか1時間弱歩いて学校まで行ってその後15分走ってから授業スタートみたいなそういう学校だったんで。一クラス何人ぐらいなんですか？1クラスがだから10人ちょっとですよね。でどんどん多分少なくなってるんでそういう学校なんでもう本当全校生徒がみんなが友達みたいな、全員顔も名前も一致してで全員で遊ぶみたいなそういう学校にいたので自然の中で育った感はありますね。やっぱりあれですか東京に行って地元に戻りたいなっていうのはずっとあったんですか？そうですね。もともと地元好きなんで、いつかは戻るだろうなっていうのはその上京する時からずっと思ってましたね。東京にずっといるわけではないだろうなっていう感覚はあって、ただそのタイミングとかは全然決めてたわけじゃないですけどですね、いつかは戻ってこようっていうのがありましたね。なんで田舎に戻って靴磨きって結構突飛なというかまだもう少しね人口がいるところであればって思いますけど、でもなんかこう自分のやりたい生活がやりたい場所でこの現代においてできないっていうのはちょっと思いたくなかったんで、なるほど、なんとかしてやってやろうっていうなんか勢いもあり
でも実際それでなんとかなってるというか、まあ本当になんとかなってるんですかね。なってますよね、お店をまあそうですね、続けて、はい、ギリギリなんか支えられてですね、皆さんのおかげです本当に。磨きの依頼は郵送とかでも？郵送でも、はい、受けてますね。まあでも割合で言うともうほとんど皆さん持ち込まれる方が多いので、この辺の方だったり、はい、とか、それこそ東京時代から磨かせていただいたお客様とかがちょこちょこ送ってくださったりとか、まあ、来てくれたりとかも結構あるので、意外となんか長野県って東京からもそんなに遠くないですし、まあ、日本の本当に真ん中辺にあるんで、アクセスは意外と悪くないというか。ちょうどあれですね、名古屋からと東京からの中心ぐらいですよね。そうですね、距離的には。はい、まあなんか道の関係上やや名古屋の方が近いかなっていう気はしますけど、大体同じぐらいなので、なんか意外とキャンプとか山登りとか好きな方がそれのついでに寄ってくださったりとか、そういうのもありますね。それで僕も最近山登り始めて。あ、そうなんですか。はい。どちら登ったんですか？まだ全然今年登り始めてそんなに山登ってないですけど、この間はその北沢山っていう京ヶ岳の方の山とか登ったりとか、今度御嶽山登りたいななんて思ったりしてるところですね。やっぱ東京行って戻ってきてからなんかこの地元の山の豊富さというか豊かさというかによりこう気づいて、いくらでも登る山、いや本当そうですね。山登りとか好きな方からしたら天国みたいな場所なんで、せっかくいるならそれは知っておきたいなっていう思いもあって登るようになりましたね。ウィンタースポーツはされるんですか？ウィンタースポーツしないんですよ。それもあれです。確かにそうですね。そうまあそれこそ高校出てすぐぐらいの時に友達と一緒にボードやったりとかは何度かありましたけど、その時そんなにこうハマるってほどには至らなかったんで、そのままやらずに、まあ、結構その道具とかも確かにそうです、初期がいろいろ揃えなきゃじゃないですか、っていうのもあってあんまりやってこなかったんですけど、確かに立地としてはですよね。はい、いいですよね。やりつつ僕も山もウィンタースポーツも好きなんですけど、はい、全然できてないです。もったいないことに。そうですね。なんか逆に近いからこそ別にいつでも行けるしなとか思っちゃったりっていうのもそれもありますね。ちょっと確かにそういうのもありますね。でなんかありがたみがちょっとなくなっていく感じはありますね。この色味的にはこうワックス塗って濃くなってないのに、はい、まあ周りを下の黒いの反射するからですかね。なんかすごい陰影がついてるように見えますね。でもそうですね。光の反射のやっぱね反射量というかによって全然見え方は変わってきますよね。下が余計にこう艶が出ると、やっぱどうしても何もしてない状態だとのっぺりした感じというか、にはなりやすいので。みんなで山西さんみたいな凄腕の靴磨き職人がお店をオープンされたら、地元の靴磨きっていうのはあんまり触れてこなかった人はこの輝きを見たらびっくりするんじゃないですか。まあそうですね。やっぱなかなかないので、そういう経験をね、皆さん知らない初めてっていう方がやっぱ多いので、こんなに変わるのとか驚かれることは多いですね。でもやっぱりこう革靴の魅力の一つでもやっぱあるので、そこが伝わるといや履いてみようかなとか、なんとなくこう今まで触れてこなかったけど結構いいなとか、そういう風になんか少しずつ変わっていったら嬉しいなと思いますし、やっぱ僕自身がこう靴を履いて磨いて、そのこう気持ちよさというか、その靴を履いた時の高揚感みたいなのが本当にやっぱ一番最初の原点だし、僕はそれを稲にいながら感じ取ったんで、なんかそれで変わっていく人が全然まだまだいるはずだっていうような気はしますね。
最初靴磨きやってた時は、はい、なんかインターネットとかで調べて。そうです。もう本当にYouTube とか見たりとか、まあ、それこそ長谷川さんの本を買ってそれを見て練習したりとかしてましたね。どうですか、この革は磨きやすいですか？そうですね。なんか特別磨きにくいってわけでもなければ特別磨きやすいっていうわけでもないですかね。まあ新品特有の磨きにくさみたいなのはありますね。まあ、あと色味ですよね。結構こうワックスのせた後にクリームというかその毛穴の白っぽさみたいなのが意外と残るなと思ってちょっと潰しながらやってますけど、その辺がやっぱ新品は難しさとしてありますよね。このバンプあたりは多少ワックスを乗せてるんですかね？そうですね。はい、多少乗せます。まあ、全体的に少しこう自然な艶を出してあげないとうまくバランス取れないので。犬飼ってらっしゃるんですか？あ、そうです。犬好きで、うちはポメラニアンとトイプードルのミックスですね。なんかアイコンみたいなのが犬がそう靴を加えてる。あれ実は別の犬なんです。あ、そうなんですか。ポメプーって聞いた時にはそうかなと思ってなんかちょっとゴールデンっぽい。そう、それはフラットコーテッドレトリバーですね。まあイギリス原産の、黒い毛の長い、そうですそうです、真っ黒、ゴールデンっぽい感じので、大型犬が結構好きなんで、大型犬飼いたいなっていうふうに思うのと、黒い犬が好きなんですよ、真っ黒が。で飼いたいなって思ってるんですけど、なかなか大型犬を飼うには今の生活だと大変なんで、まあ一旦なんかロゴにあしらって。なるほど。あ、じゃあいつかはフラットコーデットをお迎えしたいなとは思ってますけどね。僕もです。あ、本当ですか？フラットコーデットめっちゃいいですよね。ちなみに僕が、まあ、今犬白い中型の雑種犬飼ってますけど、次何かしら、まあ、犬か猫かわかんないですけど、まあ、ヤギかもしれないですけど、もし次迎えるなら名前がもう決まってまして、サンなんです。じゃあもうぜひ漢字でサンにしてもらって呼ぶときはねもうサンで変わんないんで。これなんでかっていうと、僕の名前がケンで、今の犬の名前がコンなんですよ。かきくけでこうなんです。あ、次はサンなんですよ。なるほど。サンシンになるわけですね。次はその次はちょっとやばくてスンなんですよ。あ、スンなんですね。スンはちょっとやばい。ちょっとそうですね。澄ました感じの。逆に可愛いけど。あ、そういうことなんですね。この3もなんか僕が考えたんですけど、お店の名前。あ、そうなんですか。はい。どういう意味ですか？サンって三千に余って書いてサンっていう漢字が魚が泳ぐ様子とかっていう意味がある感じで、まあ、僕も初めて見たんですけど調べてて、ただまあ、3年間っていうのもありましたし、僕らその最初お店始めた時3人でやってたんで3人の3っていうのもありましたし、ちょうどいい要素がたくさんあってぴったりだなと思って、場所的にも天竜川と壬生川っていう大きい川が流れてて、そういうのもなんか土地柄にも合うしすごくいいなと思って、これは俺らのための漢字だって言って3にしましたね。いいですね。いいですね、3の意味。そうなんですよ。なんか他であんまり使ってない感じだからこそ、なんか変な先入観もないので、まあなんか3年で辞めるんですとかっていうこと自体がお客さんとかにも説明しにくかったり、なんかこうなんでみたいな、なんかその変なことやっちゃってるんでなんか変に先入観ない文字の方が受け入れられるかなみたいなのもあって3ですね。はい、お待たせしました。ありがとうございます。こんな感じで仕上がりでございます。
素晴らしい。ありがとうございます。めちゃくちゃ綺麗ですね。ということで、素晴らしい磨きありがとうございました。ありがとうございます。いろいろお話もできて楽しかったです。こちらこそ。で今日はこの時を待ってました。これ磨いてもらってから履き下ろそうと思ってたので、今この場で履き下ろさせていただきたいと思います。ありがとうございます。綺麗、かっこいいですね。ビスポーク感がバリバリに出てますね。いやー、いいですね。かっこいいな。ちょっとシワを入れちゃいますね。シワのツヤ感も全く消えずに、シワが入ってもね、このバンプのツヤ感全く消えず、さすがです。いや、ありがとうございます。かっこいい。やっぱシワが入るとまた、そうですね。やっぱシワが入るとこのなんていうか、つま先の鏡面とのこうコントラストというか、うねり感が。靴ってなんかそのまんまの形ももちろん美しいですけど、屈曲した瞬間もかっこいいですね。かっこいいですよね。今すごい見てて思いました。屈曲した瞬間かっこいいな。最後に素晴らしい磨き本当にありがとうございました。ありがとうございます。またぜひ機会があったらよろしくお願いします。こちらこそお願いします。工房にもぜひお越しください。ぜひお邪魔させていただきます。というわけで長野県伊那市3の山西健二さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。